じゃあ皆さんはじめまして、ネクサスタイランドの川端です。今回ですね、志村先生にお招きいただいて、こういった機会をいただきました。志村先生から聞いているのは、皆さんが今起業をしたいということを伺ってます。で、僕自身も22歳の時に起業をしました。で、大学4年生の時からですね、就職活動もして、内定もいくつかいただいたんですが、その後にちょっと投資家と出会って、で、その人が一緒にやろうっていうことだったんで、その勢いで起業したという流れになってます。じゃあ簡単にですね、僕の経歴についてお話ししたいと思います。今ですね、39歳です。で、大学は専修大学というところを出まして、周りの友達はどっちかというと起業したい人よりも、大企業に勤めたいという人の方が多かったかなと記憶してますね。で、僕が22歳の時、アウスタという会社を創業しました。で、これは何の会社かというと、人材派遣だったり人材教育をしている会社です。で、現在もあります。で、もともと実家が貧乏だったんで、それを打破したくて起業したんですが、2005年、アウスターを起業した際は本当に、かなり貧乏で、1年目の売り上げが30万円しかないという、しかも粗利で言うと 20% ぐらいの粗利なんで、実際に自分で稼いだお金が6万円ぐらいっていう、なかなか過酷なところからスタートしました。で、この2005年に実は志村先生とお会いしてます。志村先生と会った話っていうのはしてもいいんですか？秘密です。秘密ですか？わかりました。していいです、していいです。そうですね、秘密にすることないと思うんで、16年前に僕はある人を通じて志村先生とお会いさせていただいて、志村先生って、なんていうんですかね、個人事務所もお持ちだったんですね。赤坂見附に。で、僕は本当に会社がなかなかうまくいってなかったんで、志村先生のオフィスに曲がりさせてもらって、1年ぐらいですかね、ちょっと曲がりさせてもらいながら、そこで頑張って営業活動を続けてたっていう感じですね。その頃頭坊主。そうですね、今、こんな感じなんですけど、その時僕どうでしたか？いや、もう必ず成功するんじゃないかなと思って。本当ですか？でも本当にあの時貸していただいたおかげで今僕があると思ってるんで、ありがとうございます。で、なんやかんやあってですね、2011年まで、僕はアウスターの社長をしていたんですが、その頃には売上で9億円くらいの会社になってました。で、それからタイに渡航して、海外ビジネスの研究をしたとあるんですが、これは結構プラプラ海外旅行してたような感じで、3年くらい本当に遊んで過ごしてました。で、それから、タイでですね、このままじゃどうかなっていうことで、ウェブの制作ビジネスを開始しました。で、これは、最初も良かったんですが、月額課金制のビジネスにしてたんで、誰を相手にしてたかっていうと、レストランさん向けにお客さん、タイ人のお客さんを集客しますよっていうことをやってました。で、1社からだいたい2万円くらいもらって、それで、50社、100社になっていけば、100万、200万、毎月チャリンチャリン入ってくるよみたいなビジネスですね。っていうのをやってたんですが、一回ですね、この組織が崩壊しまして、それは僕が社長でありながら、目標も特に伝えたりしてなかったっていうのも悪かったなとか、あとは売上とか経費もスタッフと共有もしてなかったんで、本当に川端陽介だけが儲かってる会社みたいに思われて、おそらく崩壊したのかなと思ってます。で、ここが崩壊した時は僕ともう一人のタイ人の女の子だけになってしまって、これからどうしようかなって考えてたんですが、ウェブの仕事なので、原価がそんなにかからない、あとは在庫を持つわけでもないっていうことで、
生きていくには困んないっていう感じでぐだぐだやってたんですが、その時にですね、2016年に株式会社ネクサスという会社の社長、小原という人間がいるんですが、と出会いました。で、小原とですね、話して酒を飲んだりしながら話をする中で、タイで和牛を売りたいと。だから川端お前ちょっと売ってくれということを言われまして、とはいえ和牛のビジネスなんてやったことないし、どうやればいいのかも全然わかんないという感じで、一回引き受けるのをお断りしたんですが、そういえばウェブ制作の仕事をやっていて、それがビジネスのターゲットとしてたのがレストランだったんで、一回和牛の写真を持って値段はこんな感じですよっていう感じで、皆さんに営業をかけてみたんですね。そしたら、10社中10社がもう君から買いたいと。もうこれはもうすぐにやってほしいっていうことを言ってくれて、ネクサスの肉って本当に競争力あるんだなということをその時分かって、じゃあやりましょうと参加することになりました。で、2017年ネクサスタイランドを立ち上げて、僕はそこのタイ法人の社長に就任と同時に、今ネクサス本社の役員、常務取締役になっているという状況です。で、現在ですね、タイは、立ち上げて4年ですね、今度5年目になるんですが、こっちだけの単体の売上でだいたい10億円くらい。で、タイでの和牛の販売シェアは 50% という感じになってます。なんか質問とかありますか？大丈夫ですか？大丈夫かも。大丈夫かも。あとグループ回った時に全部しよう。わかりました。いろいろ何でも聞きたかったらメモしておいてもらえれば、いつでも何でも答えますんで。はい。はい。で、じゃあ何やってる会社なのっていうことなんですが、事業内容はもうシンプルで、和牛の卸、和牛を売ってますが、1、もう1個は焼肉屋さんをやってます。で、いろいろ書いてあるんですが、最初の頃は、本当に正規で持ってきてなかったんですね。正規の販売ルートではなくて、本当お客さんがもう欲しいから飛行機でお前持ってこいみたいな感じだったんで、じゃあ僕ちょっと日本で和牛持ってきますんで、それってスーツケースに入っててもいいんですか？いいよいいよ、それでドライアイス入れてくれればいいよみたいな感じだったんで、そこからスタートして、やっと、販売を開始したという流れになってます。で、その流れっていうのは今も続いていて、4年、5年経ってるんですが、ここにあります通りで、マーケットが広がる以上のスピードで、自分らもギチギチマーケットを広げているっていう中で、マーケットが足りなくなってるっていうのが、今のネクサスタイランドの課題かなと思ってます。間違えました。はい。川端君、今のマーケットはい。が広がる以上のスピードはどういうことなんでしょうか？そうですね。タイのマーケットは限られているので、後で資料もあるんですが、今ってだいたい年間に日本から200トンくらい輸入されてるんですね、タイに。で、僕らはその中のだいたい100トンくらい持ってきているんですが、そこで売る、100トン売るものっていうのは、やっぱり、なんていうんですかね、マーケット、僕らが売るのは B2B が主なので、B2B の中では、そのマーケットっていうのはもうかなりの割合を占められていると。で、200トンのうちの100トンが B2B だとすれば、B2C はあと残りの100トンぐらいなんですね。で、そこをこれから攻めていきたいので、自分らで焼肉屋をやったり、あとはスーパーマーケットに卸したりとかっていうことを考えているっていう、そういう感じです。はい。はい、ありがとうございます。はい。で、そうですね。今回、皆さんにぜひ考えていただきたいのが、弊社ネクサスタイランドでもっともっと良くしていくにはどうしたらいいかっていうことなんですが、3つあります。考えてほしいことが。ただ、その中の2番ですね。
今日の議題にしたいと思ってます。レストランで実際にできる新ビジネスを想像してくださいというのが今回の議題になってます。で、これは実際に僕らの、レストラン、焼肉屋さんがあるんで、そこの中で1月に本当に実行しようと思ってるんで、皆さんのアイディアがそのまんまタイという地でアイデアが実現化されるっていうのはまた面白いのかなと思っています。それがこちらですね。ネクサスタイビジネスコンテストということで、レストランで実際に売上が上がる施策をいろいろ考えてみましょうということですね。それは例えばメニューを作る、新しいメニューを作るでもいいですし、新しいプロモーションを考えるでもいいですし、新しいマーケティングを皆さんで考えるでも、そのやり方は本当にお任せします。で、ここにあるんですが、ちなみに志村先生、今ってチームになってるんですよね。はい、9チームあります。9チーム。はい。そのチームっていうのは、毎回変わるんですか？それとも固定のメンバーですか？固定です。固定。はい。仲がいいんですか？仲良しです。仲良し。はい。わかりました。そしたら、肉好きです。受賞、1、2、3位ってあるんですが、1位のチーム、和牛3キロ肉賞インターンチケットってあるんですが、ここの旅費僕が出します。マジで？はい。帯域の。すげえ。4人か5人ですよね。5人ぐらい。5人。じゃあ、それ僕出すんで、これで来てください。旅費付きなの？旅費1位だけですよ。1位だけ旅費。はい。すげえな。旅費つける。そうですね。春休みとか、来てもらって、肉所で働くでもいいし、卸側で営業頑張って勉強するでもいいですし、タイ人と遊ぶでもいいし、どっか南の島遊びに行ってもらってもいいし、任せます、それは。なるほど。はい。っていう感じでどうでしょう。ちょっとだけざわつきましたかね。ちょっとそんな感じで、ちょっと面白おかしくやれたらいいのかなと思います。次の休みって本当春休みぐらいになりますか？そうですね、2月以降かな。2月、3月。2月、3月。わかりました。そしたら、ちょっと実施期間も1月末くらいにしてもいいかもしれないですね。このメニューの。はい。1月中でやってみてどうなのか。で、それを総合的に判断して1位決めるみたいな感じ。なるほど、なるほど。はい。ちょっとそんな感じで、じゃあそれです。ありがとうございます。はい。これどうしましょう？説明しますか？軽くでいいのかな？軽くいきますね。そしたら。だから、みんなに考えてほしいのは、メニューだけじゃなくていいってことなんですか？そうですね。メニューだったり、それをプロモートしていく施策だったり、じゃメニューなんでそこを考えたの？ターゲット誰なのとか、なんかその辺まで考えたら面白いかもしれないですね。今あるメニューの新しいマーケティングプランではなくて、新しいメニュー。もう完全に新しいものを考えてもらっていいです。なるほど。わかりました。はい。はい。OK です。はい。で、僕らの焼肉屋さん、肉将っていう名前でやってます。で、場所はバンコクの中でも結構都会のプロンポンっていうところにあって、プロンポンってどういう場所かっていうと、どこですかね？どこなんですかね？青山とか。高級なとこ。そんな感じ。高級なとこですね。はい。で、高級な、レストランもあるし、デパートもいっぱいあるっていうところで、そこでテーブル数40席って結構大きくて、これが家賃で言うと大体120万円くらいのところを借りてやってます。で、この店は、売上で言うと2000万円弱ぐらい売る店で、日本人の駐在員とかだったら知らない人はいないぐらい、結構人気のお店になってます。で、ここにある写真は本当に、こういう感じで和牛を出したりしてるっていう感じですね。で、これもまた考えるきっかけになればと思って書いたんですが、タイ人
は牛肉食べないって言われるんですが、最近はもう全然食べてます。で、しゃぶしゃぶだったり、ムーガタはちょっと豚バーベキューブッフェですね。だったり、ステーキだったり、いろんなもの、普通に牛肉も食べると。なので、その辺も考えながら、ちょっと決めてもらえればなと思います。で、ここにあるのはちょっと馴染みのない店が多いと思うんですが、何ですかね。吉野家とか弥生県とか、日本の日系チェーン店も結構入ってきてます。あとはココイチだったり、松屋だったり、結構入ってますね。で、その中には、タイ人の味覚にローカライズして、うまくいった会社もあれば、タイ人の味覚を無視して失敗した会社もあれば、タイ人の味覚を無視して日本のクオリティを出して、またそれがうまくいった会社もあったり、本当様々っていう感じですね。で、その中で、一応肉醤を出させていただいたんですが、肉醤ちょっと高めですね。客単価でいうと3500円から4500円くらいのお店です。で、クオリティは高いかなという感じです。これはもう肉醤のライバルは全っていうお店なのかしら。全は基本的には魚メインの店なんで、ライバルではないですね。はい。弊社のライバルは、ネットで日系焼肉やバンコクとかでやったらいっぱい出てくるんで、そこが全部ライバルではあります。はい。ありがとうございます。はい。で、これ最後ですね。タイ人は何が好きか、何を好んでいるかということを、バクッと書いてみました。食べるの好きだったり、SNS 好き、プロモーションが好き、あとは家族をかなり大切にしますね。誰かが病気だったらすぐ休んだりもしますし、こういった特性があるんで、その辺も考えながら、ちょっとメニュー作ったり、マーケティング考えてもらえればと思います。そんな感じですね。これ、ざっとですが、右にあるのはタイ人のサラリーですね。給料。1人当たりのサラリーの分布です。で、数字に 3.5 かけてもらったら、それが日本円なので、2万から3万だったら、7万から10万円もらってるみたいな感じですね。月の月給ですよ。月給です。はい。で、実際僕の会社も大体この辺の人が多いですね。2万バーツぐらい、7万円みたいな人が多いですね。だから、あれですね、肉商で言うと、家賃比率は高いんですが、人件費は安いみたいな。っていうのは、ちょっと日本とは違うところではあるかと思います。そんな感じです。ありがとうございます。はい、一旦お返しします。僕たちが考えたビジネスアイデアを発表していきたいと思います。まずターゲットはファミリー層と SNS 利用者をターゲットにしていこうと思っています。客単価はさっきお話聞いたときに聞いた感じ、1人当たり約3000円から4000円。来店人数1グループ約2から3人っていうので、それを加味した上で、期間限定割引制度っていうのを考えました。はい。はい。まずインスタ投稿割引で300バース割引。インスタフォロワー割引で200バース割引。ファミリー割引で 10% 割引。4人対象割引で 10% 割引。期間は2022年1月から3月末までっていうのを期間として設定しました。はい。続いて、映えメニュー考案っていうので、すごい雑にはなってしまうんですけど、肉のバラっていうので、きれいに飾って、シンデレラ肉っていうので、ドライアイスの煙を使って、とてもきれいに映えるっていうのを考えさせていただきました。簡単にはなってしまうんですけど、以上になります。私たちの班は、おもてなしスペシャルという商品を提案したいと思います。
こちらはいわゆる通販でギフト系のセットというものを提案したいのです。タイの人たちってすごい家族とかを大切にするっていうふうに聞いたんですけど、その割にはその日本と違ってギフトとかを送るっていう文化がないなと思ったので、こちらを新たに開拓できればなと思いました。で、肝心の内容なんですけど、こちらが和牛の魅力を押し出したいということで、すき焼きセット、しゃぶしゃぶセット、おつまみセット、こちらが和牛すじ煮込みとか、いろんなその日本の魅力を押し出したような商品が出せればなと思ってます。それとサムライセットっていうのが、その和牛の部位ごとにそれぞれ大きい塊で和牛を提供できればなという、これでご家庭で好きなように調理してもらえればいいかなと考えております。で、こちらの方が配送無料でラッピング無料で、和牛と書いてある霧の箱にラッピングをするっていう感じで特別感を出せたらなと思っております。私たちは和牛カレーを低所得者向けのメニューにして、昼に屋台で提供するということを考えました。まずこのレストランに行けない層を価格とし、このレストランを知ってても、高くて和牛を食べたことない人向けの料理を提供できたらと思います。価格帯を抑えるために、カレーで和牛の濃さを増して、和牛を少なくても気にならないようにします。あと、焼肉屋のカレーはうまいと決まっていて、でこれは和牛の切れ端や脂身から、いい脂が出て、カレーと相性がよく、美味しくなるということと思っています。これは費用ゼロでもできるから、結構いいと思っています。あと、プロモーションに関してで、黒金の皿で、高級感を出して数量限定にして、それも高級感を出します。あとメイドカフェみたいに、ソースでスタッフが絵を描いたりメッセージを書くのも面白いと思っていて、でなんかスタバのメッセージで、書いてくれることもあって、それをインスタにみんな上げてると思うので、それのように、結構それでみんながインスタに投稿して広まると思っています。あと、この屋台で料理を食べれば、割引券を発行でもらえたり、あとなかなか予約できない部屋を予約できる権利ももらえたら、本店にもつなげて利益上がるかなと思いました。以上です。最初にスライドないんですけど、タイへの愛情は多分このみんなのグループの中で一番だと思います。じゃあ行きます。私たちは目指せ日本のカツ丼 This is サクヤン和牛を提案します。サクヤンとはタイの伝統的なタトゥーで、サクヤンを入れると運命を変える力や悪い祝宴から逃れる力、また悪霊から主人を守護するなどの神秘的な力が備わると信じられています。そこで和牛をサクヤンをモチーフにした網の上で焼くとサクヤン狩りになる和牛、その名もサクヤン和牛を提案します。まず市場規模です。タイの仏教徒は人口の 94.6% で約6631万人です。サクヤン和牛を2000円で提供するとしたら、市場規模は約1500億円になります。先行プレイヤーはいなくて、私たちがサクヤン和牛パイオニアです。サクヤン和牛は何か勝負事がある人への験担ぎを担い、日本のカツ丼のような国民に長く愛され、食されるような食べ物を狙います。サクヤンの持つ神秘的な力と和牛の融合により、カツ丼をも超える験担ぎの食べ物になるのではないでしょうか。また、なぜ今なのかですが、昔は伝統的で厳密な決まりが存在していたサクヤンですが、現在のサクヤンは時代とともに伝統や儀式がカジュアル化してきています。また和牛もタイ人が食べ出してきたということで、時代に乗ったサクヤン和牛は国民に愛されるメニューになるのではないでしょうか。またタイ独自の文化の中で創作されたサクヤン和牛はグローバルの中でも輝くメニューになる可能性を秘めているのではないでしょうか。以上です。こんにちは、セラニウムです。私たちが提案するのは計5つの案となっています。1つ目は、肉の花盛りを岩塩プレートと一緒に提供しようと思います。
肉の花盛りはワイングラスを使ってバラの形をイメージしながら重ねることで簡単に作ることができます。これを2つ作って小皿に敷いて岩塩プレートと一緒に提供しようと思います。2つ目は Facebook でハッシュタグを指定して宣伝してくれた顧客に対して 5% オフのクーポンを指定しようと思います。ハッシュタグは和牛ショーとしています。ショーは肉ショーのショーと後で宣伝するショーをかけています。また、Facebook はタイでの利用率が高いとあったので、Facebook を採用いたしました。3つ目は家族割引制度になります。家族で来店してくれた方に日替わりで家族割のメニューを提供しようと思います。4つ目は不定期の解体ショーです。お肉を目の前で見せて、その肉をそのまま従業員が焼くというサービスを提供します。まだイベントをやったことがないとおっしゃっていたので、ぴったりだと思いました。価格帯ですが、和牛を解体するので、語呂合わせで和牛バーツと設定いたしました。この値段は少々高く感じるかもしれませんが、ブロックのお肉を切り分けて、お客さんの目の前で焼くというサービスをスタッフが行うため、人件費も込めて少し高めに設定させていただきました。番外編として、14時から17時の客引き対策として、お昼に余ったお肉や食品ロスの対策となる簡単な食べ歩きメニューであるおかずクレープと牛串をそれぞれ500円で提案したいと思います。以上になります。はい、僕たちが提案するのは、はい、はじめにタイは曜日の色を大切にしてるんですけど、自分の生まれた曜日、このようにさまざまな8色の色があるんですけど、この文化を意識した提案になります。それがレインボーデイズ。日々の食事に色合いを提供します。タイ人は常に SNS を投稿しており、実は仕事中にも投稿するほど SNS が大人気なんですよ。特に TikTok や Instagram。ここで曜日の発色を意識した料理を提供します。こちらの画像を見ていただければ分かるように、レインボーの餃子だったり、レインボーのホルモンだったり、これは間違いなくインスタ映えしますよね。やってほしいこととしては、TikTok で御社のアカウントを作成していただき、作成時や、このようなケーキのカット時などを投稿してほしいです。御社はデザートのレパートリーがとにかく少ないっていう問題点がありました。そこでレパートリーを増やすというものと SNS 映えというもので相乗効果になるのかなと考えました。以上で終了します。7班の富永です。7班はバイト体験をコンセプトに考えました。自分たちは商品開発というよりかは提供方法に着目して、イメージは食べ放題のピザ屋をイメージしてもらえばよくて、食べ放題のピザ屋だと、その出来たてのピザをその店員さんが運んできて、それを食べたいと思ったら頼むみたいなことがあると思うんですけど、それを同じようにお肉でもできたら面白いと思っていて、いろいろな種類の和牛や部位のブロックを各テーブルに運び、お客さんが食べたいと思ったらカットをお願いする、もしくはセルフカットで、体験を提供するということを、考えました。メリットとしては体験を提供できるということで、シェアを狙えたり、家族連れが多いと思うので、子供が喜ぶ施策を打てるということ、そして、肉のブロックっていうのは比較的、お客さんが見ることが少ないと思うので、インパクトがあり、この場合を狙えるということ、そして、加工コスト等がかからないということで、小さくな回す中で小さくなってきたものは、普段通り裏で加工することで無駄を生まない構造になっていて、でもう一つは多店舗が真似しづらいということで、ネクサスさんは加工等のノウハウがあると思うので、これが、自分が焼肉店だけやってますっていう人だと、その加工となると上の業者に頼む必要があると思うので難しいと思うんですけど、そこで多店舗が真似しづらいということが狙えて、デメリットとしては人件費がかかるということがあるのと、あとは自分がちょっと加工フロー等が分からないので、もしかしたらその精肉の段階によっては難しいかもしれないということです。で、イメージとしてはちょっと雑なんですけど、こういう感じです。以上です。ありがとう。拍手。私たちが提案したいのは、こちらの焼き芋ですね。ご存知だとは思うんですが、
焼き芋、実はタイですごい人気です。どれぐらい人気かっていうと、アベマに取り上げられるぐらい人気になっております。で、焼き芋の提案した理由としては、アルミホイルで包んで炭火に入れるだけで焼き芋が出来上がったりとか、あとスイーツが少ないので、スイーツとしての提案ですね。あとセットで、すみません、すごい喋りづらいな。大丈夫です。ごめんなさい。セットではなくて単品で出すことで、興味を持ってくれたお客様が追加でご興味いただく感じで、購入してくれるんじゃないかなと思いました。あと肉のメニューとして、和牛のメニューとしては、肉パフェですね。これは SNS 映えできるっていうところからとか、特別感が出るっていうところから、ご提案させていただきました。あと最後、これですね。タレドレッシングの販売っていうところで、有名な焼肉店はタレとかドレッシング結構売ってると思うんですけど、こんな感じで、画像はイメージなんですけど、こんな感じで売ればいいのではないかなと思いました。以上です。我々は、炭火焼き和牛ハンバーグというものを考えました。値段は250バーツ。デリバリーの時に、その炭火焼き和牛ハンバーグ、和牛ハンバーグを売ってて、その時に199バーツだったので、店内で食べていただく際のプレート代などを込みで、この値段に設定しました。こちらの方なんですけど、まず最初にハンバーグの種が乗った皿を提供して、でタイマーを提供して、お客さん自身で焼いていただく形になって、で最後に焼き上がったら、シェフが盛り付けをし直して、その盛り付けたハンバーグをお客さんに提供するっていう形のものになります。でこちらの方なんですけど、要望によっては、店員が代わりに焼くということも可能であったり、あとソースを数種類用意することによって、その味のバリエーションをつけたりとかします。あと最後に店員の方が盛り付けることによって、そのデザイン性というか、その見た目が良くなって、その写真映えとかもするかなっていう形ですね。でこれの商品のメリットとしては、そのハンバーグを焼くという機会がやっぱりその外食中心のタイではあんまないそうなので、そのお客さんが体験できて楽しめるという点がでかいと思います。で次にちょっと別プランとしておちょこプランというものを用意しまして、で和牛ハンバーグや一部商品に1皿につき人数分の日替わりの日本酒が入ったおちょこを1杯つけるというものでして、でこのキャンペーンは日本酒が嫌いな人やお酒が飲めない人はもらい合いするようにすることももちろんできます。でこのプランなんですけど、最初は1皿に1つということも考えたんですけど、ちょっと先ほどお話を聞いて、4人席に2、3人しか座らないという現状を教えていただいたので、これを人数分にすることによって、なるべく多い人数で来た方がお得というイメージがつくことや、これで美味しいと思えれば、その日本酒を頼んでもらえるということがあるのではないかなと思って考えました。以上です。通販、すごくいいんですよ。通販いいんですけど、実はすでにやってまして。なるほど。はい。和牛小原っていう、ケータリングと通販のウェブページ作ってまして、それあるんで、すいません。そうか。っていう感じです。昨夜もなしと。昨夜は一番でも市場規模からとか考えれてて面白いなと思ったんですが、昨夜を食べるっていうのがタイの人的にどうなのかな、大事なもの、神様を食べるみたいに思われたらちょっと逆に炎上するかなっていうので、すいません。なるほど。いやいや、もうさすが経営者。いやいや。あとチーム7、これもすごくいいんですよ、アイデアが。各テーブルに行くっていうのですね。ただ我々は今食べ放題をやってないんですよね。でやりたくない理由もあって、食べ放題やると原価計算がすごいぶれまくって、例えばシェフとかスタッフが盗んでても管理しきれないっていうのがあるんで、なるほど。今のところあんまりやらないようにしてると。2がすごくいいんですけど、そのインスタ投稿で300バーツ割引するっていうのが
1投稿1000円みたいな感覚じゃないですか。はあ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 。でそれが費用対効果はどうなのかなっていうのは、まあ、これから考えなきゃいけないですけど、もしかしたら300じゃなくて100バーツ割りになるかもしれないですけど、まあ、発想としては面白いなと思うんで。なるほど。チーム5、まあ、岩塩プレートとか面白いですね。あと、ハッシュタグつけるっていうのも、なるほどなと。今までやってないので。あと、解体ショーですか。解体ショーは僕らも考えたことあるんですが、まだやったことないんですよね。なんで、まあ、これはいい機会なんで、ちょっとやってみようかな。解体ショーやる。すごいですね。そうですね。ちょっとイベントを組んでやってみようかなと思います。曜日の色分けも結構いいかなと思ったんですけどね。色分けいいですね。色分けでも、餃子の写真なかったらもっと良かったです。餃子じゃない。ちょっと食べづらいなと思って。そっか。ちょっとあと、そうですね、色をどうやってつけるかっていうのはまた考えなきゃいけないですね。それか皿の色を変えるのか、お肉に加工して色つけるっていうのはどうなんですかね。ちょっと。難しいね。はい。まあ、それがデザートの色でもいいと思うし、っていうので、まあ、アイデアはすごくもらったなっていう感じですね。ありがとうございます。はい。チーム8ですか。8は焼き芋、なるほどなと。その発想はなかったですね。はい。ですぐできるっていう、オペレーション的にも簡単にできるんで、まあ、すぐできるかなっていう。なるほど。はい。肉パフェはかける、そうですね。なんか、記念日かける肉パフェみたいのはありかもしれないなっていうので。これ肉でも生じゃないです。焼いた肉。生肉ですね。生肉で、おそらくそこからまあ焼くっていう感じなのかなと思うんですけど、はい、いいと思います。でちなみにドレッシングはすでに販売はしてます。はい。減点ですね、そこは。減点、まあ、そうですね。あとは、チーム9、ハンバーグとおチョコのプランいただいたんですが、僕がいいなって思ったのはおチョコの方です。はい、お酒をちょろり飲まして、まあ、それが呼び水になってまた売り上げに上がるかもしれないっていうのは面白いですね。で、ハンバーグはいいんですけど、うちの網で焼くと多分、ボロボロになっちゃうんですよね。で、上に鉄板乗せるかってなると、鉄板をまた買うとか、鉄板をまあ備え付けるっていうオペレーションが発生してくるんで、まあ、なしではないですが、一旦ちょっと考えるっていう感じですね。おチョコがいいなという感じでした。皆さんに、そうですね。はい、気づいた点とか、アドバイスとか、企業とか。まあ、気づいた点としては、いや、皆さん、すごい考えてるんだなと思いました。まだ19歳とかなんですよね。いや、そういう、僕19の時、そんな考えてなかったなって思いながら、みんなすごいなって思いました。なんで今日、なんていうんですかね、ダメだった人もいると思うんですが、それは全然悪いアイデアとかっていうわけでもなくて、まあ、みんな本当によく考えてるなというのを思いました。でそれだけ力あるなら、まあ、なんか、小規模でも一回起業みたいなことをやってもいいのかなって思いましたね。それが、まあ、タイだったら僕もサポートできるし、日本だったら志村先生いらっしゃったりするんで、まあ、僕こういうことやりたい、私こういうことやりたいっていうのは、まあ、人にどんどん発信していけば、そういう人と出会うっていうのが人生だと思うんで、まあ、なんかそんな感じで、いい感じにやってもらえればいい感じなのかなと思います。はい。ありがとうございます。